今日の奇跡。私は天貝と申します。皆さんは忘れ物したことがありますか？それが戻ってきた時は本当に嬉しかったと思います。今日は忘れ物が戻ってきただけでなく、それに伴って大きな祝福を受けましたので、お話しさせていただきたいと思います。私たちの教会では10月末から11月にかけてイスラエルに宣教チームが派遣されます。8年前のことを妻と共にイスラエルにチームに参加しました。出発の日、遅刻しないように早めに相模原の家を出て、6時前には八王子に着き、中央線で快速電車に乗り、いざ新宿に向かいました。朝早いので電車はガラガラ、楽々座ることができました。予定の電車に乗れた安心感からか、2人ともうとうとしてしまい、車内で人がいっぱいになったことにも気づかず、新宿ではっと目が覚め、妻と慌てておりました。新宿駅では山手線のプラットホームに行き、電車が来るのを待ちました。その時、まさにその時です。肩が軽いのです。八王子駅ではずっしりと肩に重さを感じたのですが、今は感じないのです。ああ、やってしまった。頭が真っ白になり、かすかな声で妻に、リュックを電車の中に忘れたと伝えました。妻も私の背中に荷物がないことに気づき、どうするのと戸惑いの顔をしました。なぜならそのリュックの中に大事なパスポートが入っていたからです。パスポートなしで海外には行けません。君は上野に行ってチームに伝えてくれ。僕はリュックを追うからと言って、先ほど降りた中央線のホームに行きました。でも頭の中が真っ白で何も考えられません。祈りながら心を鎮めていると、ホームのアナウンスが聞こえ、そうだ、プロに相談しようと気づきました。ホームの駅員さんに相談しました。駅員さんから、忘れ物係がこのホームの先端にありますので、そこで相談してください。ただし7時半からです。と言われました。ああ、やってしまった。みんなに迷惑をかけてしまう。この思いが心の中で堂々巡りしながら、私は事務所に向かいました。そして事務所が開くまでの間、私はやはり今回のチームに参加し、一緒に行きたいとの思いが募り、行かせてくださいと神様に祈りました。係の方に話しますと、乗ってきた車両を探しましょうと言ってくださり、八王子駅で乗った時間をお伝えすると、運行ダイアグラムを出して、その車両は東京駅で折り返しして、7時20分に新宿を通過、立川に向かっていますよとのことでした。追い打ちをかけるように、今ラッシュアワーで車両の捜索もなかなか難しいですね。できないのと落胆しました。そう言いながら駅員さんは運行ダイアグラムを丹念に見つめ、国分寺で特急の待ち合わせで3分止まりますね。頼んでみますかと言って、何両目あたりですかと聞いてきましたので、新宿に向かって先頭車両です。ぜひお願いしてください。と一筋の光が見えてきました。会社勤めの時は先頭か最後尾に乗って人と待ち合わせをすることが多く、時間に余裕がある時はその習慣がつい出ていました。目の前で国分寺駅に電話され、ラッシュアワーで捜索は確約できませんよと言われているようで、はい、分かっています。そこを可能な限りで結構ですからと言ってくださいました。心の中で祈りました。7時55分に確認電話を入れますので来てくださいと言われ、外に出て妻に電話をしました。みんなが祈っているからね。チームのブログにも載せて、皆さんが祈っていてくれるからね。とのことでした。今、プラットフォームの端でポツンと立っていますが、私は一人ではない。神様が共にいてくださり、皆さんが共にいてくださる。その思いがふつふつと湧いてきました。55分に国分寺駅に電話してくださり、ありましたか。よかったです。ご足労かけます。ありがとうございます。本人が取りに行くと言っています。感謝します。本当にありがとうございます。私は電車に飛び乗り、国分寺に向かいました。電車の中で駅が国分寺であることで安心しました。なぜなら国分寺は私たちの教会がかつてあったところで、駅の階段、事務所の場所を熟知しているからです。迷わず短時間で事務所に行くことができ、荷物を受け取り、通勤快速に乗って新宿、日暮里、京成電水に乗り換え、10時43分に成田に到着しました。
旅行代理店の方は11時15分まで待つ予定だったとのことです。セーフ、間に合いました。本当に感謝します。私は国分寺駅で起きたことは本当に不思議なことだと思います。車両が分かっていたとはいえ、ラッシュアワーの中で3分間しかないその時間の中でですね、荷物を探してくれた。このことは本当に不思議なことであり、そしてアメージングなことです。このことを感謝したいと思います。またチームの集合時間が余裕を持って設定されていたこと、このことについても心から感謝します。今日はありがとうございます。